H ニュースチャンネルへようこそ。安全で幸せな1日を。タオシンへようこそ。こんにちは、みんな。私は、タオシンです。1980年、台湾経済が好景気に沸いていた頃、一夜にして金持ちになりたい人々がカフェドコーラルの地下でギャンブルを始めました。地下宝くじでもあるカフェドコーラルは、金額をかける数字を選びました。獲得した宝くじの数字が多ければ多いほど、商品は高額になります。したがって、多くの人が甘いものを味わったり、親戚や友人が大きな賞金を獲得したのを見たりして、狂ったように賭けをしています。そのため、人々は大きな寺院から小さな寺院、小さな寺院、そして院まで、あらゆる場所で礼拝を始めます。寺院で墓を礼拝した後、神や仏に明るいカードを求めることに加えて、幽霊、木、石にも明るいカードを求めるようになりました。明るいカードを求めることは、数字を求めることも意味します。台湾でカフェドコーラルを演奏した最も有名な人物は、芸術家の古修太さんです。漁師は、当時、最大1億4000万ドルを獲得したと語った。この種の地下ギャンブルでは銀行振込でお金を送金することができなかったので、彼はお金を集めるために様々なグループの責任者まで車を運転し始めました。トランクはいっぱいで、後部座席もぎっしり詰まっていました。前の席はいっぱいで、前の席にはお金が詰め込まれていましたが、まだ埋めきれないほどのお金があったので、翌日も動かし続けました。とても素敵に見えましたが、ギャンブルとはこういうものです。一度利益を得るとギャンブルを続け、さらに多くの利益を求めるようになります。結局、ブタリアン兄弟はまだ多くを失い、借金を抱えて逃げました。今日、ダウジングは QIU ミングペイに関する超自然的な話をします。この物語は、スーパーナチュラルコミューンと私の個人的な経験に基づいています。プログラムの最後には、視聴者と交流できるように実際の写真がいくつか提供されます。興味のある友達ぜひ次のストーリーをお見逃しなく。タオシンの一人称でナレーションが行われます。私の母は麻雀、ポーカー、マーク6でギャンブルするのが好きでした。彼女はまた明るいカードと幸運を求めて回るのが大好きでした。彼女はアドバイスにも耳を貸そうとしませんでした。買い物に行ったあの日のことを今でも覚えています。ナイトマーケットの後、彼女は長春道にあるエラワン大仏に参拝したいと考えていました。彼女が何をしたいのかは考えなくてもわかりました。マーク6宝くじが明日行われるので、私は、お母さん、もうギャンブルはしないでください、と言いました。母はただ、いいえ、ギャンブルはしたくなかった、ただ安全でいたかっただけです、と言いました。説得しても無駄だということもわかっています。明確なサインか何かを必ず求めます。到着した際には私も挨拶をさせていただきました。最近家計が4万元足りないと言いたかったので、エラワン仏壇にお願いしました。しかし、私が取りなしを言ったのは、敬意を表した時だけでした。私は線香を1本しか立てていないのですが、エラワン寮の願い事が線香を7本立てることなので、特に言います。でも母は線香を7本あげてくれました。おそらく母への願いの内容は、ひとえに、最近お金がないから2万元当てます、ということだったのかもしれません。わかった?それから彼女はカップを手に取り、投げ始めました。一人目はシャオヤンでした。それからお母さんは、マーク6の宝くじカードのセットをくれませんか、と言いました。いいえ、母はまた言いました。カードテーブルでお金を獲得させてくれませんか?抽選はありませんでした。お母さんはもう一度尋ねました。宝くじは当たった方がいいですか?母は混乱していて、彼が何を言っているのかわかりませんでした。彼女は尋ね方を知らなかったので、剣を投げ続けることはなかった。そのまま家に帰りました。その結果、翌日の夜9時半、母は映画の近くで自転車にはねられました。彼女は立ち止まった。バイクのグリッドの後ろで、信号が青になるのを待っていたのは、灰色のトヨタ車だった。信号が青に変わり、皆が息を吹き始めたその時、
トヨタの車が突然突進し、母を地面に叩きつけました。彼女は立ち上がろうともがきましたが、見守る村人たちに囲まれました。ただ横になって動かないでください。熱心な村人たちは救急車を呼び、交通誘導を手伝い始めました。彼らは加害者を呼び止め、車から降りるように言った。説明してくれたのは40歳の専門職の女性で、定期的に車のメンテナンスをしているという。わからない。どうして彼は急ぐことができたのでしょうか？彼らは謝罪し、保証すると述べた。その後、A は交通隊と A は調停委員会との交渉で、母は現金6万元の保証金を受け取った。家に帰ると母は4万元あげるから好きなことをしていいよ、と言いました。遊びに行くんです。私は驚いて言いましたか？なぜ？この時、母は持ち帰らずに使ってあげる、と言いました。それから彼女は出て行ったので、私はすぐに家計費を支払うためにお金を受け取りました。3日後、5日目の夜頃、母は私に葬儀に付き添ってほしいと頼みました。エラワンブツダは自分の願いを叶えたいと言いました。エラワンブツダに願ったことはもう忘れていました。私は彼女にどんな願い事をしたいのか尋ねました。彼女は言いました。エラワンブツダに2万元お願いしました。思いがけず、翌日は当たって6万元を超える4万元を手に入れました。それは正確すぎるし、お金がかかりすぎるし、怖いと思ったので、あえてお金を使うことはありませんでした。あなたに寄付したのですが、足を少し骨折してしまいました。その後、レントゲン検査で回復していることが分かり、この願いを叶えに来なければと思いました。それを聞いて死ぬほど怖かった。私は彼女を叱り、たった数万のためにそんな願いをするな、と言いました。車に轢かれた後、エラワンブツダと引き換えに何を差し上げますか？彼女はまた二度と同じことはしないと約束しました。また、以前エラワン大仏に4万元をお願いしたところ、母がくれたことを思い出し、願いを叶えるために急いで受け取りました。後から考えてみると、母も私も、この車はエラワンブツダの勧めなのかな、と思いました。あるいは、過去世が原因であるか、別の秘密が隠されているのかもしれません。それは問題ではありません。最も重要なことは、母が数年前にギャンブルをしないと決めたことです。その理由は、超自然的な物語で言及されている25枚のカードと同じです。カードがプレイされるほど、それはより邪悪になります。もうギャンブルをする勇気はほとんどありません。次の記事は、ダウジングへの個人的な体験です。私の叔父はギャンブルがとても好きです。彼のギャンブルへの愛情はあまりにも誇張されており、ほとんど狂っていると言えるほどです。彼はマーク6宝くじにサインするのが好きです。おそらく、彼の幸運により、かつて彼は1000万の宝くじに当選し、その当選が彼にとって最後の当選だったからかもしれません。その時、私は、おじさん、どうやって宝くじが当たったの？と尋ねました。その時、おじが、ある時、私が息抜きに自転車に乗っていて、インデラの前を通りかかったと言いました。私は日陰を楽しむためにそこに座って、明るい看板を見てみようかと考えました。私はちょうどそこにある航路を眺めていました。何も見えなかったので、石の隣に横になって寝ました。私が眠りにつくと、何人かの人々がやってきて、番号を教えてくれました。私はとても幸せでした。私はペンと紙を持ってきて、それをすべて書き留めました。空はいっぱいでした。その結果、1ヶ月も経たないうちに5万元、10万元かかるホテルに毎日走るようになりました。その後、月末のある日、私は幽霊にベッドに押し倒されました。その男は私を非常に激しい目で見つめ続けました。考えてみれば、私は彼らが小さな寺院を大きな寺院に建てるのを手伝わなければなりませんでした。とても怖かったので、翌日すぐにやりに行きました。その後、500万以上使いましたが、おじは無事です。彼は二度と幽霊に虐げられることはありませんでした。しかし、
彼の妻はすべてのお金を持ち、シャオワンと駆け落ちしました。おじもますます不幸になり始めたので、冥界の寺院に行き、私が願いを返した後、なぜそんなにひどいのかと尋ねました。質問を返します。何かうまくできていないことがありますか？聖岩に行くにはもっと金が必要ですか？何もしたくないなら、私を殺すのですか？頭が血まみれになるまで5回連続でひざまずいて聖印を打ったと言っても過言ではない。通り過ぎる人々は彼を止めるよう説得しようとした。ついに彼はそれに対処してくれる人を見つけ、体験者を崇拝するように頼みました。体験者も彼を守ることに同意した。結局おじさんも無事でした。私のおじいなら行儀が良いと思うかもしれませんね。間違ったことを言いました。ギャンブルに夢中な人はギャンブルに夢中です。ある時、母と私は彼の家に行きました。私の母は、彼が崇拝していた偉大な聖人が降臨もこうもお供え物も持っていないのを見ました。それは、長い間放棄された神のような像でした。私の母なぜお供え物がないのか聞いてみてください。おじは私に勝たせてくれませんでした。彼はお腹が空いていた。今もおじはそのままです。私は長い間彼に連絡していません。ただ、タオシンはギャンブルは麻薬と同じくらいに損性があると本気で考えている。しかし、神はあなたを依存症から救うことはできません。喜んでくれる神様もいるでしょう。あなたを助けてくれる神様は、やる気がなくて無視してしまうということです。あるネチズンが実際の写真を投稿したことがある。金の虎神を寺に招いたとのこと。彼が戻ってくると、すぐに何人かの人々が彼の前に香皿を置きました。私は毎日調理した豚肉を持ってきて、浮いている数字を教えてくれるように懇願しました。ある日、タイガー教が降臨して非常に怒るまでは、彼はテーブルを叩き、テーブルに触れた時にテーブルを割ってしまいました。また、タイガー教は話すことができないため、香皿を撤去するよう直接命令した。彼はそれを表現するために直接手紙を書きました。カードを報告しなかった人々は、後で彼があなたに富を与えると言われました。しかしそれはあなたが一生懸命働いた場合に限ります。香皿が撤去されてからは、その人たちは二度と現れなくなりました。本当に貪欲な人もいるとしか言えません。カードを報告する必要がありますか？疑問符？たとえ本当に言えたとしても、最終的には全てを失うことになります。別のネチズンがこの写真を提供してくれました。私が夜中に友達の家にお茶を遠慮に行った時、彼はこう言いました。車で走り去ったが、誰かがこうやってドアに割り込んでくるのが見えた。私の友人は隣人が怪しいお金を要求しているとだけ言っていました。怪しい富を要求するという話を聞いたことがある人はいますか？ QIU ミングブランドについては誰もが聞いたことがあるはずです。そこで影の富を求めて顧客を連れてくるのは八大産業だけだという人もいた。数人のネチズンはお香をたくさん焚いて客が来ないと肺炎につながるだろうと述べた。家にある蚊取り線香が切れただけではないかと尋ねる人もいました。これらは所有者のいない魂が楽しむためのタバコだという人もいますが、通常はどんどん集まってきます。富はすぐに手に入りますが、約束したものを返済するのは困難です。そうしないと家族が簡単に崩壊してしまいます。お願いしてもすぐに解決します。通常の生活に戻った後は、アーピオに焼き付けられた借金を返済し続けなければなりません。そうしないと、さらにひどいことになります。次に、ダウジングがあなたに同行して、超自然的なビデオを鑑賞します。ドコードネチズンがビデオを共有しました。動画の内容は、グループで KTV に行ったというもの。ナイトツアーアドベンチャー後の KTV には、かつて酔っ払った酔っ払いが正気を失い、暴れていたことがありました。多くのベトナム人飲酒少女が亡くなった。死者の魂を超越するためにここに来た人は誰もいません。
冒険の後も悪夢を見続けたので、事件現場に戻って金紙を燃やして謝罪した。しかし、謝罪に向かう途中、不可解な超常現象に遭遇した。あなたのために金紙を焼きましょう。ご容赦ください。ご迷惑をおかけして申し訳ありません。あなたのために紙幣を燃やしましょう。怒らないでね。インデラに参拝に行く勇気はありますか？メッセージを残して私と共有するように伝えてください。今日の話はここまでです。下にスクロールして読むことができます。ふるって投稿をお願いいたします。私の名前はタオシンです。次回を愛しましょう。